皆さん、こんにちは。太郎です。今回は共通テストから二次試験までの約1ヶ月を最高の形で過ごす方法について徹底的にお話ししていきます。共通テストが終わり、ようやく一山越えたと思えば、すぐに二次試験が待ち構えています。ここから約1ヶ月は合否を分ける重要な期間です。ちょうど一息つきたい気持ちや、共通テストの結果への不安が頭をよぎるかもしれませんが、この1ヶ月をいかに戦略的かつ有意義に使うかで、二次試験当日にベストなパフォーマンスを発揮できるかどうかが決まります。共通テストが終わった時点で志望校の合格点に遠く及ばなかったとしても、この直前の時期の過ごし方次第では逆転も可能です。一方で合格レベルでも、この時期に正しい時間の使い方ができないと、ライバルに追い上げられてしまいます。この時期は単なる詰め込み勉強だけでは不十分です。自分の弱点を補強し、得意分野を安定させて、で何よりも本番当日に発揮できる実践力を身につけることが求められます。またメンタル面や生活リズムの管理も合格への重要な鍵となります。これから共通テスト終了後から二次試験までの約1ヶ月をどのように過ごせば最高の状態で本番に臨めるのかを具体的かつ実践的なアドバイスを交えながら解説します。過ごし方に悩んでいる人はぜひ最後までお付き合いください。過ごし方が決まっている人は今すぐ YouTube を閉じて勉強してください。そんな人はこの動画を見ないでください。共通テストが終わった直後、多くの受験生は自己採点をして一喜一憂します。ここで大切なのは、結果そのものに過度に固執しないことです。もちろん自己採点結果をもとに志望校の変更とか出願戦略を変える必要はあるかもしれないです。しかし、一度出願の方向が決まったんだったら、あとは次のステップにサクサク進むことが重要です。共通テストの結果はある意味で、今の自分の到達点を示してくれる貴重なフィードバック材料です。解けなかった問題とか、得点し損ねた分野を分析して、どこで何が足りなかったのかとか、どの科目や単元を補強すべきなのかを明確にしてください。特に二次試験では思考力とか表現力、応用力が試されることが多いので、共通テストでミスした基礎事項は、二次試験でも足を引っ張る可能性があります。この分析を通じて、自分の苦手領域を最終的に潰しにかかる目標を立てましょう。ただし、一次試験の範囲とか難易度と二次試験の範囲や難易度には、ベン図の被っているところもあれば、被ってないところもあります。被っているところのうち、実力が足りないところだけを把握すれば十分です。二次試験の出題傾向は、大学ごと、学部ごとに大きく異なります。共通テストが終わった今こそ、志望校の過去問分析に素早く取り組んで、残り1ヶ月で伸ばせるところと、堅実に点を取りに行くところを明確にします。例えば、英語の長文読解に時間をかけすぎていたんだったら、速読力強化に重点を置くとか、数学で微積分分野が苦手なんだったら、その部分を重点的に復習する。といった具合に、個別最適化が求められています。ここでのポイントは、全科目を均等にやろうとしないことです。二次試験は配点や並行が異なってて、得点源となる科目とそうでない科目があります。時間が限られた中、すべてを完璧に仕上げようとするのは現実的ではありません。むしろ合格最低点を超えるために優先順位を明確にすることが大事です。得点率を上げやすい科目とか問題形式、まだまだ伸びしろがある分野に重点的に時間を投下することによって効率よく点数アップを狙うことができます。具体的にどういった具合に考えるのかを数値を用いて説明しておきますね。例えば二次試験は国語、数学、英語、社会の4科目が出題される文系大学を志望しているだとしましょう。配点は以下の通り。国語と社会は150点、英語と数学は300点満点だとします。そして合格最低点は600点ぐらいだとしましょう。現状過去問演習で取れている点数は以下の通りで、だいたい350点ぐらいだとしましょう。こうなると、合格最低点からの帰りは250点で、あと250点の成長が1ヶ月で求められているということになります。これを踏まえて、それぞれの科目であとどれくらい点数を伸ばすかを考えます。英語が得意だとすると、こんな感じで600点を目指す目標にするとしましょう。こうすれば力を入れるべきは数学と英語です。国語と社会にかけるエネルギーの10倍くらいは英語と数学に注がなくてはなりません。ちなみにこれって僕の二次試験の時の現状とほぼ同じです。二次試験対策で避けて通れないのが過去問演習です。これは単なる問題慣れだけではなく、出題者の意図や大学側が求める力を体得するためのステップでもあります。
こっからの1ヶ月は過去問を解くだけじゃなくて、解説や模範解答を熟読して、なんでこの解法が有効なのかとか、なんでこの表現が求められるのかとか、細かいところまで理解してください。また、過去問を解く中で見つけた弱点を補うために、類似の問題を集中的に解くことも効果的です。例えば、特定の大学は証明問題を好むとか、特定の英文読解パターンが品質であるといった特徴が見つかれば、関連する問題集とか参考書を使って集中的に鍛えることができます。過去問、弱点洗い出し、類題演習、再度過去問というサイクルを1ヶ月の中で何回も回すことで、短期間で実践力が飛躍的に伸びます。二次試験は多くの場合、マーク式ではなく記述式がメインとなることが多いです。自分の頭で考えたプロセスを適切な日本語とか式で表現する能力が問われます。この時期は記述力を高めるために、積極的に書いて読み上げながら見直すという訓練を行ってください。特に国語や英語の記述問題、数学や理科の証明問題などは、独学でフィードバックが得にくい分野です。可能であれば、塾や予備校の先生、学校の先生、あるいは信頼できる学習仲間に添削をお願いしてください。客観的な視点から指摘を受けることで、自分では気づかなかった表現の曖昧さとか、論理展開の不備が明らかになることがあります。これらを改善することで、二次試験当日に採点者に伝わりやすい答案を書けるようになります。僕の世界史科目の例を挙げると、友達とたまに休憩がてらちょっとした論述問題をお互いに作成して、口頭で回答し合って、で、ギブアップしたら解説するみたいな感じの遊びをしてました。その友達は世界史論述でほぼ満点を取ったらしいです。この1ヶ月は単なるインプットだけでなく、アウトプットを重視することが鍵となります。つまり問題を解いて答案を書くという行動を通じて知識を使いこなす力を養うことです。例えば、理科や社会の知識も、ただ用語を覚えるだけじゃなくて、このテーマで記述させられたらどのようにまとめるかなと、逐一考える訓練をしてみてください。英単語や古文単語も文章の中で使われる場面を想定し、実際に短い英文を書いたり、和訳をしたりすることで定着度が一気に高まります。数学の公式も類似問題を何問か解く中で公式適用のタイミングとか条件が体に染み込んで実践的なスキルとなります。勉強漬けの1ヶ月は辛く感じるかもしれませんが、ここで体を壊しては元も子もありません。毎日の睡眠時間はしっかり確保し、食事もバランスよくとってください。カフェインに頼りすぎて深夜まで勉強すると、翌日に疲労を引きずって効率が下がります。むしろこの1ヶ月は質の高い勉強時間を確保するためにも規則正しい生活リズムを維持してください。また、時には短い休憩とか軽い運動、ストレッチを挟むことも大事です。勉強効率は脳のパフォーマンスにかかっています。一日中同じ科目に張り付いているよりは、2、3時間おきに科目を変えたり、脳をリフレッシュさせる小休憩を取ったりすることで集中力を維持できます。共通テスト後は結果に対する不安とか、周りの受験生との比較とか、メンタル的に揺らぎやすい時期です。この1ヶ月は合格を左右する重大な時期である一方で、自分を追い込みすぎて精神的に消耗してしまうのは避けたいところです。メンタルケアとしては、日々の目標達成を小さな成功体験として積み重ねる工夫をするといいでしょう。今日は数学の過去問1年分を完走できたぞとか、英単語50個確実に覚えたぞとか、達成可能な短期目標を立てて、それをクリアするために自分を褒めてください。また、ネガティブな情報から一定の距離を置くことで、過剰なストレスを軽減できます。共通テストで思うような点が取れなかったとしても、その結果だけで志望校を諦める必要はありません。多くの難関大の二次試験は、共通テストで多少点を落としても二次で巻き返しが可能なケースがあります。逆に、共通テストで高得点が取れた場合でも油断は禁物です。自分はもう大丈夫だなと、油断してしまうと、二次の思考力問題で足元を救われる可能性が全然あります。この1ヶ月は共通テストの点数とか偏差値にとらわれず、今目の前のやるべきことに集中してください。過去問を解いて、自分の理解度を確かめてそれを補強して、そのサイクルに集中することで最終的な合格可能性を最大化することができます。周りの受験生がどれほど優秀かとか、SNS で流れてくる他人の勉強記録とか進捗を見て不安になることがあると思います。しかし、この時期に他者と比較をしても心が乱れるだけです。ライバルを意識しすぎると、自分が本来注力すべき課題を見失ってしまいます。それよりも、昨日の自分と比較する習慣をつけてください。昨日より1台でも多く過去問をこなせたとか、昨日できなかった問題が今日は解けるようになったとか、自己成長を感じ取ることで自然とモチベーションは維持できます。
合格ラインは他人が決めるものじゃなくて、あなたが超えるべきハードルです。過去の自分を超える努力こそが、最も確実な前進をもたらします。この1ヶ月、模試を受ける機会は多くないかもしれませんが、もし直前期用の模試があるんだったら有効に活用しましょう。ただし模試を受ける目的は偏差値を確認するわけじゃなくて、本番さながらの緊張感の中で次回配分とか回答戦略を試すっていうところにあります。二次試験は試験時間と問題数のバランスが独特なことも多くて、時間配分を間違えると実力が半分も出せない場合が全然あります。模試で時間切れになるようだったら、残りの期間で速度を上げる練習をする必要があると思いますし、逆に余裕があれば、丁寧さとか正確性をさらに高める余地があるのかなと判断できます。模試は自分の回答ペースを客観的に知るチャンスです。また、緊張感は自分で演出することもできます。通常の時間制限の 0.8 倍くらいの厳しい時間制限で過去問演習をするだけでも、相当焦ってね、いい訓練になると思います。僕はね、それで緊張しすぎて、手汗で水たまりができかけました。1ヶ月あるとはいえ、あっという間に残り1週間、そして数日に迫っていきます。最後の1週間は、これまで取り組んできた対策を総仕上げする期間です。この時期は新しいことに手を出すよりは、これまで解いた過去問とかノートとか、まとめ資料を繰り返し見返すことに重きを置くといいと思います。また、二次試験当日の持ち物リストとか会場への行き方とか、当日の食事とか休憩どうするかとか、実務面の準備もこの時期にしっかり行ってください。余計な心配事が当日のパフォーマンスを下げないように万全な準備を整えておくことが大事です。この1ヶ月の間に当日を想定したルーティンとか行動パターンを決めておくといいと思います。例えば試験当日にどんな朝食を食べるかとか、どんなストレッチをしてから家出るかとか、休憩中は何するかといった細かいところまでシミュレーションすると緊張が和らぎます。個人的には当日の朝は試験開始時間の3時間以上前に辛めのカレーを食べることをお勧めします。ルーティンを持つことで脳はこれから本番モードに入るとスムーズに切り替えられます。共通テスト後の1ヶ月間で模擬的な本番を何度も想定してそれを習慣化しておくことで実際の二次試験当日に余計な不安とか動揺を防ぐことができます。この辺はまた別の動画でお話しします。長い受験生活の中、この最後の1ヶ月は特に苦しい時期かもしれません。そんな時は自分がなぜこの大学を目指しているのか、合格後にどんな未来が待っているのかを思い出すことが大切です。志望校のパンフレットとかホームページを見返したり、憧れの先輩とか目標にしている人の経歴に触れたりして、自分のモチベーションを内側から奮い立たせてください。また、小さなご褒美を設定するのも有効です。例えば今日はね、予定の課題を全部クリアしたら好きなお菓子食べるぞとか、週末まで頑張ったら短い散歩するぞとか、そういった具合に、些細な楽しみを設けることで過剰なストレスを和らげることができると思います。僕はね、二次試験の最終日の夜にディズニーに行く予定があったのを唯一の目標にがむしゃら勉強しました。記憶はほぼないです。プレッシャーや不安感はどうしても湧いてくるものです。それをゼロにすることは難しくても、コントロールすることはできます。自分が緊張しやすいタイプだったら、深呼吸とか、軽い瞑想とか、肩や首を回すストレッチとかで体の緊張をほぐす工夫をやってください。心の中で自分はできるとか、ここまで努力してきたんだと、肯定的な自問自答を行うことも大事です。ネガティブな思考に支配されそうになったら、その考えは本当かなと、冷静に問いかけて、根拠のない不安を解きほぐす習慣を身につけてください。この1ヶ月は自分との戦いでもありますが、一人で背負い込む必要はありません。家族や信頼できる友達に悩みや不安を軽く打ち明けるだけでも心が少し軽くなることがあると思います。勉強時間はもちろん大事ですが、時には誰かに頑張ってるねと言葉をかけてもらうだけでも気持ちが前向きになります。ただし、過度な情報交換は逆効果になる場合もあるので注意が必要です。友人の勉強進捗を聞いて落ち込むようだったら、適度な距離感を保つのも大事かもしれません。あくまで自分のペースとモチベーションを最優先することが肝心です。共通テストから二次試験までの1ヶ月は受験生活における最後の追い込み期間です。辛く感じることもあると思いますが、この努力が合格後の明るい未来を切り開くための投資期間であることを意識してください。合格すれば行きたかった大学で新しい仲間や知識との出会いが待ってます。自分の可能性を広げる扉が開くと思います。逆に不合格になったとしても、この1ヶ月で得た集中力とか自己管理能力っていうのは人生のどこかで絶対役立ちます。
つまり何があってもこの努力は無駄にならないっていうことです。受験生はしばしば完璧主義に陥りがちです。しかし現実問題として1ヶ月で全てを完璧に仕上げるのはもうほぼ不可能です。大切なのは限られた時間で自分ができる最善を尽くすという考え方です。最善っていうのは毎日の学習目標をこなして弱点を一つずつ潰して理解度を深める努力を継続することです。完璧でないことを嘆くより今できることに集中しましょう。このような前向きな姿勢こそが試験本番でも落ち着いて問題に取り組むメンタルにつながります。最後に強調しておきたいのは、受験勉強は二次試験当日の朝まで伸びる可能性があるっていうことです。もちろん前日に新しい分野を学ぶのは非効率なんですけど、これまで学んだことを再確認したり、公式や定理を見直したり、苦手表現を復習することで当日の思考がスムーズになります。最後の最後まで伸びしろがあると考えて諦めずに取り組んでください。ここまで共通テストから二次試験までの約1ヶ月を最大限活用するための方法を多角的にお伝えしてきました。この1ヶ月は受験生活の総決算とも言える時期です。学習計画の再構築とか、過去問演習の強化、生活リズムの維持、メンタルケアとか、やるべきことは多岐にわたります。しかし、これらを一つずつ着実に実行していけば、必ずや本番当日に自分のベストなパフォーマンスを引き出せることができるはずです。共通テスト後の中途半端な時期に感じるかもしれませんが、この1ヶ月はもう少しでゴールという意味で非常に重要な期間です。最後まで自分を信じて、昨日の自分を超え続けていってください。その先にある合格通知は、きっとこれまでの努力を最高の形で報いてくれると思います。皆様の健闘を心からお祈りしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。